つまんないって言うかなと思ったけど安心しました。じゃあ短い時間ですけれども、一緒に楽しみましょう。今日はよろしくお願いします。ありがとう。あ、いいかな。やりづらかった今。いいかな。はい、リアン役の南里美希です。今日は雨の中お越しいただいてありがとうございます。よろしくお願いします。仕込むねー。先生仕込んでる。何それ。何それ。ガロセンスはもう。はいマジで。クリちゃんが暑苦しすぎて今日はセンス必須だなと思ったら会場のお客さんの熱気の方がすごかったんで序盤に陣賀役の井上雅宏です。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。テレビシリーズで初めて出てくるので皆様とお会いするのは初めてになると思うんですけれども、ジンガのパートナーで謎の美女役をやらせてもらってます松野みやびです。よろしくお願いします。夢役の桑井咲菜です。よろしくお願いします。今怒られる。違うでしょ。緊張してた。すいません、皆さんはじめまして、謎の魔界奉仕やらせていただきました中島ひろきです。今日は一緒に楽しんでいきましょう。お願いします。皆様そこで落ちない。秋崎そこで落ちない。足元の悪い中お越しくださいましてありがとうございます。秋月第五役を演じさせていただきました脇崎智人です。何分不器用で口下手な僕ではあるんですけれども、せっかく来ていただいたんで心から楽しんでいただけるようにちょっと僕なりに頑張ってみようかと今日は思ってるんでよろしくお願いします。今日はこことこことここ全然普段と違いますね。何がこのまんまでしょ。全然違う。何かさっきと全く同じじゃん。さっきさ俺がさ次誰の番だっつったらさあれじゃんやってたじゃん。何がやってたじゃん中地。何僕の番だねとか言ってたじゃん。そういうことは一切忘れちゃう。ただの緊張しいじゃん。いっぱいいっぱいになっちゃうから。あとさなんでそんな声小さいんですか。いや緊張してるすいません返します。皆さん今テレビシリーズご覧いただきましたけれどもいかがでしたでしょう。そしてですね今絶賛公開中劇場版の方はご覧いただきましたか。今回はですねこうずらりとこの多彩なキャラクターがいるんですけども、連続活劇というのをちょっと改めて目指したいなと思いまして、毎週続けてみる楽しさというのをちょっと形にしたいなと思ってそれで作りました。はい、その主人公とヒロインが共に戦うっていうのが多分ガロシリーズで初めての設定だと思うんで結構コンビネーションのバトルとかが多くなるよね。今回はすごく多くて、仲いいからなんとかねできたもんだけどそれがあったから仲良くなりました。それがあったから仲いいからできたんじゃないの。毎回舞台さんのために仲いいアピールをそんなにしなくて中に分かってる。そうですか。なんか仲悪いみたいじゃん。そっちも仲いいよね。仲良しコンビが2組とそうです。今日やっとこのメインの6人が7人か。誰がいなかった誰もするちょっとなんかね多分身長で見えなかったんだ。見えるでしょうよ。高いから今日結構ペアが多いんで、ペアがいない人もいるんですけども。ペアね。そうだからでも2人より2人ね、ちょっとネタバレこっちの方がすごいけどね。あんまりそこ2人ベラベラっときましたよ。マジ知らんよ。全然上映中絡みなかったですけど。これからあるかも。そうですね。これからどうなっていくのかね。この7人の人間模様的な部分が。ちょっと真面目な話すると龍河とリアンの話をすごくやりたかったんで前の「やめようテラス」の最終回で2人がこうスッと旅立った後の話をやりたいなと思ったんでこの2人がいて起きるドラマそうするとどういう敵がいいのかどういう仲間がいいのかっていうので考えたキャラクターなんで
なんかこうやっとほっとしましたね、本当にね、スラッとなんで。雨宮監督に撮ってもらう。クイちゃんこれ聞いてた。クイちゃんどうしたクイちゃん今聞いてた。なんて質問来たか聞いてた。いかがですかって、僕の質問なんだ。そうですよ、そうですよ。はい。これ違うこと言うからね。はい。気え抜くとダメですよ。違う質問飛びますから。いかがですか。八雲さんだからね。いや、やっとね、やっぱり雨宮監督のガロの世界観に戻れたなっていうのはありますよ。ぼーっとしてた今、ごめん。ぼーっとしてた。ぼーっとしてた。いやいやでもキリッとしてらっしゃいますよ。栗山今可愛い子の顔してる。なかなかキリッとした表情してらっしゃるなと思ったら。本当に嬉しいです。本当に、ねガロの生みの親にとっていただくのは本当に嬉しいことです。ね。やっとね、ガロの世界観に入り込めたんじゃないかなと思うよね。大丈夫か黄金騎士。もう大丈夫だ。かかってこい。そうなんだよな。もう大丈夫。守れんのそれ。通りすがってるだけで入っちゃってしまう。これは冗談じゃないんですよ。これガロの撮影やってる、相川翔さんの撮影やってる横にふわっと来たんですよ。はい。それは初めてで。本当にそこでもうここがガロの世界かと思ったんですよ。だから井上がガロ見ててサインくださいって俺に言ったから、僕ガロ書いてあげてすごい喜んで、俺もこれにサインしようってその日持ってたカードをね、なんで俺がディケードのカードをその日持ってるの。いやすごかったです本当に。びっくりしたでしょ。でその日以来僕そのサインを家の一番高いところに飾ったんですよ。飾ってある。そしたら雨宮監督から直にちょっと次やガロの世界に入っちゃったと。はい。でここがガロの世界だにだ。でも実際ガロの世界に入ってみてどうですか。いやそうですねまあすごい写実的ですよね絵が。はい。なんですごくなんか今見ててとってもこうなんていうかかっこいいなっていうふうには思いましたね。俺ってかっこいいと思ったでしょ。いやーもうねおかげさまで。大丈夫、このお客さん高いから。いやねありがとうございます。すごい最初のシーンね一番最初インパクトこう思ってるやつね。はい。CG 合成されるんで、はい。全然やってる本人分かんないんですよ。なるほど。だからとりあえず雨宮監督がとりあえず持ってとりあえず離してここになんか飛んでるからみたいな。いやだからガロの世界すごいですよ。いやそれ言えばいいと思ってるでしょ。今日それだけでも60分ぐらい話しちゃう。で松野さんはどうですか。はい。ガロの世界。はい。実は2回目だもんね。はい。以前2010年ね。ガロレッドレクイエムという映画で今日ほらカルマをやらせていただいたんですけれども、その時も見ていただいてありがとうございます。カルマ様からアミリ様になったんですけれども、変貌してはい。まだ1話2話なので、4話見ていただいたと思うんですけど、言えることがねジンガーアミリも少ないので、謎なんでね。はい、どういうふうにみんなと関わっていくかっていうところが見るところなんですけれども、アミリはとにかく妖艶にとかジンガが結構基本的に喋って、その横でなんかこう顔で「そうね」みたいな「ですよね」って足出してみたいな、そういうなんていうんですか、キャッチボールが夫婦漫才みたいなね。そうですね、キャッチボールはやっぱりセリフよりもやっぱり妖艶な表情とか佇まいとかだって雨宮監督に演出を受けていたので、やっぱそこからだんだん後半はもっと熱がこもってくると思うんですけど、そうですね、妖艶さを忘れないように。でもその妖艶さっていうのは難しいなと思いながらずっと考えているテーマなんですけれども、それが出ていたなと思って、私1話から4話までやっぱ私って妖艶だなと思ったそればっかだよみたいな。雨宮監督のおかげで、はい、ガロの世界に入れていただいて、はい、でもそう思います。劇場版で優香とリアンと信頼関係を築けたので、そのままテレビシリーズにも引き継いで、基本的にリュメは見守り系なので2人を見守って、高い位置からね、高い位置から相変わらず高い位置から見守って結構今低いけどね皆さんからしたら高いですよね。でもないで今後は後半とかはねどうなっていくのかっていう、はい、私もあんまり言えないと思います。そうですよね、はい、今後ね。だってガロのキャラクターって監督本当どんどん変化していきますよね。そうですね、皆さん、劇場版でリュメを好きになってくれた人はずっと見てもらうと好きになれた部分っていうのがちゃんとドラマにも入ってるので、
なんか劇場版の時は初めて皆さんとお会いするのですごいドキドキしてたんですけど、今日もうここから降りてくる時に「龍明様」っていう声をいただけて、もうその時点ですごいホッとしました。あれは親戚じゃないかおばあちゃん元気だよ。よかったね。夢ば、夢ば、え、夢ば、夢ば夢ば、ばあちゃん。不毛な会話やめてもらっていいかな、本当に。はい、もう次時間ないんだから。